建築の展覧会に宿命的に出ることだと思うんですが、建築の展覧会で展示するものは何なのという問いは常にあると思うんですね。これ吉村さんもずっとおっしゃっていることだと思いますけども、やっぱり模型を展示したとして、でもそれ模型自体が本当は建築の何かを伝えるものじゃないと。かといって実物をそこに作ればいいというものではないと。建築の展覧会で本当に建築のそのものを伝えるにはどうすればいいかと問いはずっとあって、でそのことに対して一つ我々としてのアンサーがこういう形であったということは言えると思うんですね。でその時にやはり展覧会という時間的な空間的な枠組みというのは括弧にくくられたものに過ぎないというのが一つの我々の回答で、だからその展覧会という枠組みを超えたものをぜひ提示したいというようなことを思っていました。少しこの展覧会についてということについて議論してみたいと思います。吉村さんもお考えあると思うので。建築展ですか？建築展ね、そうですよね。それこそアルベルティパラダイムじゃないけど、その建築に図面が先行するから、図面がオリジナルで建築がコピーであるみたいな、そういう発想からすると、今まで建築展で図面が展示されてたとか、あるいは模型が展示されたことをありがたがるっていうのは当たり前だったんだけど、だんだんそういう前提が変わってきているし、あるいは1分の1の建物を建てたとして、でもコンテクストに全くマッチしてない1分の1の建築って何なのかっていう疑問が生じてしまうので、結局本当の意味で、現物を展示することができないっていう宿命を背負っていたんだけれども、でも今回の展示は建築家が日本での高見沢邸とその現地で運ばれた材料に向き合うプロセス、過程そのものが展示物なので、原寸を展示し得たというか、現物を展示し得たってすごいレアなことなんじゃないかなって僕は思ってますね。で、現場のピロティのところが工房になってるわけですよね。で、そこで、生み出される、諸々たちっていうのが、現物としか言いようがないっていうところが、これまでの建築展と違うところかなって思いますけどね。情報技術が進んでいくと、やはりまたその建築の神聖というか、何が本物なのというのはかなり疑われてくる。それまでアルベルティ的に言うと図面が神聖だったわけですが、それが容易にコピーできて、どこでも現れるというふうになると、ますますそこが揺らいでくるわけですけども、情報技術の時代の展示のあり方としてはどのようなことを感じましたか？情報技術を確かにフル活用してるんだけれども、むしろその情報技術を使うとはどういうことなんだってことを問うてること自体の方に価値があるような気がして、フルスペックの情報技術を使って完全に物を転送するぐらいのことができてしまうということにあまり価値を持ってない、置いてないというか、その物が複製されることそのものとか、物が移動することそのものとか、図面があって物があって物をさらに再現する表現みたいなものがあってっていう、その、レイヤーが変わるとかメディアが変わると何が起こるかっていうことそのものを問うていることに価値があるような気がして、多分答えが何ですって言ってるわけじゃないと思うんですけど、情報技術を使いながら技術の限界みたいなことにも可能性を見ているような気がして、それが僕は面白いなと思ったんですけどね。建築の展示という枠組みに関して保坂さんにもご意見を伺いたいんですけども、今吉村さんがおっしゃったような何が本物なのっていう問いは現代美術の展示なんかでも多分出てきていることなんじゃないかと思うんですけど、その美術の状況も絡めながらお話をいただけると我々としてはありがたいです。なるほど。美術の状況で言うと、例えば映像っていうのが何をもって一番いい映像作品かって問うこと難しいんですね。つまり同じ一つの作品であっても空間一つ違えば見え方が変わってくるわけです。ちょっと質問がひょっとすると違うかもしれないんですけど、キュレーターやってると
あとその映像を買うみたいなことをやってると、常にそういうふうなことを考えざるを得ないんですね。で、ストーリーだけを見ているってわけにはもちろんいかないので、その時間軸と色とか形とか全てのその合成物として映像作品っていうのは見てるはずなんですけど、で、その申請性っていうのは極めてその、あやふやな中で今僕らは作品を実は見ているんですね。でもそこから翻って考えると、絵だって額が違えば、あるいは照明が違えば、本来その、見え方は違うんですけど、ただ物としてのそのキャンバスは変わりがなくて。で、その映像作品っていうのは、とにかく申請性っていうものが、疑わしいと。で、疑わしい中で、じゃあ最善のことは何ができるかっていうのを、アーティストもキュレーターも考えているんですけれども、で、そこから建築展を考えると、一体何を展示すれば、単純に言うとまずお客さん満足するんだろうかっていうことと、何を展示すれば、建築展と呼べるんだろうかっていうことが、常に問われる、非常に奇妙な形態だなと思っていて、で、一回僕は2010年に自分の展覧会、企画してた時に、最初楽しい建築って言い切ってたものを、7人の建築家にインスタレーション頼んでたんですけど、建築はどこにあるのってタイトルを、途中で変えて、でもそれはその時の率直な感想で、そこから言うと、展示の仕方によって、建築とは何かみたいなのは変わってくるし、逆にというか、展覧会というものが発達してくると、みんなが考える建築っていうものも変わってくるんじゃないのかなというふうに思うんです。で、思考の触媒の作用を持つものとして建築展というものが機能すれば、それは一番いいあり方だと思うんですね。で、ひょっとすると今回の門脇さんの展覧会はそういうものになってるんじゃないのかなっていう気もしています。で、やっぱり案が選ばれた時に率直に思ったのは、あんな凡庸な家を展示するごとに一体何の意味があるんだと。で、一種のエキゾティシズムをあっちに持ってって、日本の凡庸な家を見せて、喜ぶ人はいると思ったので、でもそれはお金かけてやる意味あんのかなと思ったんですけど、今回そこに情報っていうファクターが入ることで、凡庸な家ですら膨大な情報によって作られてるってことがわかるっていう。で、だから小さな家でも情報と無数の情報とものの集積体であるんだっていうことが分かったことだけでもいいのかなと。で、今アクターネットワークとかネットワークっていうことが言われる中で、物と情報のネットワークっていうものが家そのものにあって、しかもそれは解きほぐして他にもつなげうるっていうことが、提示できたっていうことによって、建築とは何かっていうことを考え直す。何をもって建築と定義するかっていうことを考え直すきっかけにもなるんだなっていうのが思ったんですね。で、そうなってくると、もはやそれは建築展と呼ぶ必要すらなくって、展覧会っていうか、それこそプロジェクトというか、提案ですね。提案という意味での展覧会っていうか、プロジェクトっていうふうに言えばいいのかなっていう。で、物を展示するっていうのは、ある意味展覧会の大前提だったと思うんですけれども、そうではないプレゼンテーションの場として、読み替えたっていうのが、それもまた情報化時代の一つの展覧会の変更点だなっていう気はしました。保坂さんおっしゃること本当に正しくて、僕ね、コンペの時はそんなこと全然思ってなかったから、今の読み方正しいと思うんですよ。それで、我々がこのプロジェクトを進めて、この膨大さに気づくんです。学術的には、昭和の庶民住宅ってまだちゃんと調べられていないので、そういう意味はあったとは思いますし、そのこと自体は最初から考えてたんですけども、我々が気づいたのは、やはりこの膨大さそのものこそが、この家の持ってる最も有用とは言わないけども、有意味とも言えないんですけども、そのものなんだというのはどっかで気づくんですね。それで岸正彦さんが断片的なものの社会学という本を書いていて、
その最初に一番すごく印象的なエッセイを書いてるんですが、岸さんは社会学者なので、社会調査としてインタビューをしている。そのインタビューをしているおじさんの犬がその時に亡くなるんですって、死ぬ。で、それは、すごく印象的な出来事なんだけども、そのインタビューには絶対乗らないし、で、そのインタビューに乗らない膨大なものこそが、本当は我々の社会とか、世の中を作っているっていう、そういうことが書かれていて、で、我々のプロジェクトこれだなってそれ読んだ時に本当に思ったんですが、建築側が、あまりこれまで扱ってなかった断片的で、でも膨大で、些細で、取るに足らない。そういった雑多なものたち、こういうものの集合体こそが建築なんだっていうのを本当にこのプロジェクトをやって気づくんですね。そこで我々としてはそういう気づきがあったので、どういう展覧会にしようかと、そこからまた練り直すんですけども、結果として出来上がったのがああいう館内展示ですし、それからこのミロのウェブサイトであるということになってるんですね。情報の膨大さっていうのは今までの美術でいうアウラみたいな、一回性みたいなものとなんか関係してますかね。なんか、いわゆる、高見沢邸って凡庸な家ではあるけど、普通の郊外の量産住宅みたいなものとはちょっと違うような気もするんですよね。長い時間そこにあることによって、ある種の一回性みたいなものをすでに備えていて、ある意味では高見沢邸の持っている固有性、一回性みたいなものに依存している部分もあるような気がするし、高見沢邸の一回性って、その膨大な情報量が絡みついていることと無関係じゃないような気がしていて。でも、膨大であることが、もう知覚不可能なぐらい、その全てを把握することをもはや望んでないぐらいに、その膨大さ、拡散的な膨大さに向かってるじゃないですか。少なくともミロを見るとそうなっていて、そうなってくると、アウラとか感じてる暇というか、瞬間は少なくともこのミロにおいてはないんですよね。で、現場においてどうかっていうふうに考えたときに、そこはちょっと見てないからわからないところではあるんですけども、それはキュレーターが感じさせようとしたかどうかっていうのが一つ重要なポイントにはなってくると思います。で、きっとそうはなってないのではないかっていう気もするんですけど、どうですか？まずそもそも吉村さんがおっしゃった、この住宅は特別なものなんじゃないかという問いだと思いますけども、確かに高見沢邸は特別で、戦後の日本の建築の悩みと完全に一致しているとか、あと、ものすごくアドホックな増改築が積み重ねられているという点で、建築的には非常に貴重なサンプルだと思っています。で、ただ、それ以外のこともあってですね、あそこに住まわれた普通の営そのものが、膨大な情報量を作っている側面もあるんですね。だから、おそらく郊外住宅の、すごい量産されて、一回も増改築されていない、そういったものを持ってきたとしても、おそらくそれこそ30年住まわれていたら、それなりの膨大さっていうのは絶対備えていたはずで、それはやはり特別性につながったと思うんですね。で、一方で展示として何か演出をしたかというと、全くそうではなくて、むしろその特別な演出をしないように心がけてた。例えば壁面の写真は全部同じ大きさで貼られてるんですけども、あれはピークを作らないという明確な意思表示ですし、物にしても時代順に並べてるだけで、それもどこかに焦点を作らないと、それは相当意識してやってました。ベネチアビエンナーレ見ていて、他のパビリオンとか見てると、結構都市の問題を扱ってるケースが多いじゃないですか。そうすると当然人の生活が扱われてくると。で、遊びの場でもいいし、公共住宅でもいいし、そういうものがあって、で、日本館はそこを意外と扱ってこなかった気がしているんですね。で、山名さんたちがやった円の展覧会は、ちょっと日本語を使ったっていうのもあって、日本の特殊性にスライドする、危険性があったと。あるいはそのことと日本の若手の建築家がそれに対してどういう特殊な解を与えているのかっていう、そういう問題っていうか解になっていた気がしていて、ちょっと共有性に結びつきづらいんじゃないかっていうふうに思っていたんですね。で、
だからどうやってその日本館は今後その人の生活を扱っていくんだろうと。で、人の生活を扱うことによって初めてその公共建築だろうと、住宅建築だろうと、等間に扱うことができるんじゃないかっていう、気持ちも持っていて、じゃあ、とにかくどっちの形でもいいからきちんと扱うべきじゃないかなと思っていたところに、門脇さんは今回ああいう形でやったと。ああいう形ってのは要するに個人の一つの住宅を扱ってやったと。で、今僕はその公共建築とのその対比で行った、ちょっと対比を出したわけですけど、どことなくやっぱその建築っていうと、その公共建築の方が大きいし、そのお金もかかってるし、いろいろそのやることも多いだろうから、こちらの方がより優れてるというか、なんか見るべきものとして語られがちで、住宅の場合は住宅の場合で、じゃあ、それをその補ってあまりあるその特殊な造形の階があれば、それ見せてもいいだろうみたいな風になりがちなところ、住宅なんだけれども、そこにその、伴う情報量が膨大であれば、それは公共建築に比するというか、もはやそういうなんかことを考える必要はないものとして見ることができるでしょっていう風に出したと。だからなんか、とにかくその、情報技術っていうものもあるし、情報量っていうのもあるし、その情報量を情報技術で可視化するっていう、なんか今回のその展覧会っていうのは、その情報っていう言葉がとにかくキーワードになってるなっていう気はしました。その膨大な情報量によってアウラを用いて、で、従ってそれは、人に見せるに値するものになるというのは、今回我々としてもすごく発見だったんですね。それで吉村さんの疑問へのお答えになっていますか？膨大な情報量を得るってことと、アウラを身にまとうってことが完全に一致してるのか、もうちょっと、もしかしたら別の次元に開くようなことなのかもしれないなっていう期待もあるんですけどね。美術の世界で言われていたアウラみたいなものって、ある意味では、美術作品との距離感の、作品から2メーター離れた視界からやられるなんか一回性であって、なんか今回の展示のって本当パワーズオブ10じゃないけど、解像度を変えてチューニングし直すとそもそも量産品にも全てにアウラが備わってるみたいな、ちょっと違うステートメントのような気もしていて。人の認知限界を超えるような情報量を人が目の前にすると、そこに恐れとか神聖を感じてしまうというのは確かにあると思うんですね。で、我々は情報量を目にして、確かにひるんだのも事実なんですけども、一方でずっとあったのは、あれは、我々自身が介入可能で操作可能な原料なんだっていう思いはずっとあったんですよ。だから何か神様のように神々しいものとして敬うのではなくて、常に我々の行動を何か形作ってくれる、あるいは我々のクリエイティビティを刺激してくれるような、そういう材料であるという態度を貫いたんですね。で、それから、あそこに並べてあるもの自体も何か日本のすごいものでしょっていうよりは、誰でもここに手を加えて、で次の未来を作っていける。そういうものとして見てほしい。その象徴としての最後に工房が展示としては控えているわけですけども、なんかその辺が、本当は、公共性って議論につながるところであって、だからアウラともまたちょっと違うものじゃないかなと我々としては思っているところですね。アウラは適切じゃないのかもしれない、言葉としては違うのかもしれないけど、例えば住宅建てられた時は小さくて、周辺で取れる木材だとか石だとか砂だとかそういうもので作られてたと思うんだけど、多分ある時から、例えばアルミニウムの原材料ボーキサイト 100% 輸入とか、プラスチック石油もうほぼ 100% 輸入とか、実はあらゆるなんか世界中の地球上のいろんなところから運ばれてきてて、一つの住宅にアッセンブルされてて、で、なんかそういうものの履歴みたいなものを全部記録し出すと、最初からなんか量産物ってほとんどないんじゃないかっていうか、その記録の精度を上げると、単なる量産と言えなくなるような性質が備わってるような気がして、あらゆるものに。
でなんかそれを可視化するっていうのが結構、まあ今回の成果でもあるんだけど、今後もそういう、記録の解像度を上げるとか、建築を語るときにも何か、圧倒的にある部分の解像度を上げて語るとか、なんかそういう方法があるのかもしれないなっていうのはちょっと思いましたね。細田さんどうですかね、この。なんか、家が持ってる情報をまずアーカイブ化されたと思うんですよ。で、その家を移動させる。で、その移動を含めて、移動展示、その後を含めてアーカイブしてるわけじゃないですか。だから展覧会についてのアーカイブと、展覧会で展示されるもののアーカイブが一体化してるっていうのは結構珍しい例で、今なんかアーカイブするんだっていう、割となんかアーカイブ絶対視をしようとしてるところあると思うんですけど、それが何を意味するのかとか何に資するのかってそんなにちょっと議論されてないような気がするんですが、それに対して示唆的だなと思ったのが一つあります。で、あとは物の消費から事の消費ってよく言われてるわけじゃないですか。で、それの価値観の変化に対して展覧会はどういうふうに向き合えるのかみたいなのがあって、で、我々美術系の人たちは、じゃあ体験型にしようって言って、いろんな技術を使って、で、それが事の消費なんだってなってるんですけど、これもまた事の消費なんだなっていう気がしました。そこでそこでその営まれてきた生活とか、それぞれの部材に染み込んできたものっていうか染み込んできた何かっていうのを事とも呼べるだろうと。で、そこからさらに考えると、同じように、高見沢邸が、特殊と凡庸の重なった非常にユニークなケースなんですけど、そういう例えば絵画作品とかって相当あるわけです。その生活の場における壁にかけられている何の取り柄もないと言いたくなるような絵にだっていろんなことが染みついてるわけですよね。だから物を見ることとことを知ることがなんか一体化するような方向に美術展も移っていけるんではないのかなと。で、美術館っていうのはどうしても収蔵するっていうこととセットで他にないものを見せる。で、他にないっていうのは何なのか視覚的に判別し得る簡単に他にはないよねっていうそれが先端的な方をどんどん動かしていくんですけど、それがもう今飽和状態になっていると。しかも飽和状態になっているっていうのは、もう歴史的にももう新しいことはできないっていうと同時に、もうコレクションすることがもう不可能になってきていて、もう収蔵庫パンパンですと、世界中。日本にあるようなもう財政的にもうどうしようもない美術館はどうしたらいいんだってなっている中で、体験のあり方を変えることによって、なんか、変化が生まれる可能性があるのかもしれないとちょっと思ったりもした次第です。で今回の展示でもそれは意識したところであると思うんですけど、長いプロセスの中のある瞬間にビジターは共存してるんだって感覚はすごく大事にしたいと思ってたんですよ。で、それこそがやっぱりことなんだと思うんですね。この美術館に置かれているものそのものが、この住宅が、動態的にダイナミックに変化している一瞬のことであると。で、そこの一瞬のことに様々な人が歴史的にも立ち会ってきたはずで、その、歴史的な立ち会ってきた人のはずの人と、住宅を通じて一緒にいる感覚、そういうものができればいいと思っていたんですが、多分、僕も見てないのでわかんないんですけど、割と海外のメディアだとそういうところは感じ取ってくれてるようで、それが伝わるといいなと。で、僕も建築がこと化するっていうのは、ずっとやっぱり建築にも言われてたじゃないですか。ものからやっぱことにならなきゃいけないと。で、その時にやっぱついインタラクティブとか思っちゃうんですけども、そうじゃない、この一回限りの、何かと同居してる感覚。それは、もしかしたら、確かにおっしゃる通り、建築のこと化としてあるのかなというふうに思って聞いてました。